冷たい夕方の光の下、腐った葉で覆われた人気のない庭の真ん中に、まるで諦めるのを待っているかのように丸くなって横たわっている子猫がいた。猫の呼吸は非常に弱くてほとんど聞こえず、呼吸は今にも止まりそうなほど震えていた。枯葉の山から出ようとしましたが、前足がすぐに動かなくなり、小さな体が崩れて支えることができなくなりました。少女が庭に入ると、絶望の淵に立つ生き物の姿を見て、彼女は同情の念に襲われた。彼女は彼を安心させようと手を差し伸べながらゆっくりと近づきましたが、猫はパニックから弱踊りじしいうなり声でいらえました。その小さな体は、まるで残っている脆弱な生存本能を守ろうとするかのように、防御姿勢で丸まっていました。彼女は拒否されたにもかかわらず、我慢して、そっとコートを脱いで、ほとんど動かないほど寒かった猫にそれを巻きつけました。持ち上げてみると、その体があまりに軽く、皮と骨だけで、暖かさを全く保てないことに驚きました。状況が深刻だと分かった彼女は、すぐに猫を強く抱きしめ、恐怖に胸を膨らませながら、まっすぐ近くの動物病院へ走りました。医師は一目見ただけで危険だと判断し、深刻な栄養失調、脱水症状、そして極度の寒さに陥っていることを確認した。すぐに猫は治療台に乗せられ、足に点滴が入れられ、命を救うために毎秒薬が注射されました。何時間もの世話の後、小さな体は温まり始めましたが、目はまだ重く、完全には開けられませんでした。2日目には、まだ諦めていないと言わんばかりに、少しだけ頭を動かして小さな音を立てました。3日目に奇跡が起こりました。猫が小さなニャーという鳴き声を上げ、彼女は喜びの涙を流したのです。それは彼女の指を軽く舐めました。その目はより澄み渡り、その視線は初めて恐怖ではなく信頼に満ちていました。医師が退院できると発表したとき、彼女は赤ちゃんを腕に抱き、生き返ったばかりの命を抱いているような気持ちになった。彼女が家に着くと、猫はまず小さなスプーンいっぱいを食べ始め、それから彼女が用意しておいた柔らかい毛布の中に丸まりました。数日後、子猫はゆっくりではあったが、救出された当初のように震えることはなくなり、部屋の中を歩き回れるようになった。子猫は庭で初めて大きな犬を見たとき、少し驚きましたが、すぐにその犬の優しさと親しみやすさに気づきました。やがて、2人は芝生の上を一緒に走り回り、彼女が幸せそうに微笑むような平和な光景が広がりました。枯葉の中の弱踊りじしい生き物から、この子猫は今、安全で温かく、愛に満ちた新しい人生を手に入れました。